今回は東京の不動産、商業施設の意外な所有者、運営者についてご紹介します。まず最初は新宿駅東口。ここの象徴的存在といえば、そう、かつてのフジテレビの人気番組、笑っていいともが収録されていた新宿アルタです。1980年に竣工した地上8階、地下3階建てのビルは、1982年から同番組で使用されて以来、2014年の放送終了まで長らく、昭和・平成のテレビカルチャーにおける中心的存在でした。この番組にはトム・クルーズやショーン・コネリー、アーノルド・シュワルツェネッガーなどのハリウッドスターも出演していたため、海外の映像でも時折印象的なスタジオのセットを見ることがありました。残念ながら2025年に惜しまれつつ閉館し、2026年には取り壊しが行われましたが、このビルの運営者は当然フジテレビと思いきや、実はそうではなく意外な企業でした。それが三越。そもそもこの場所は三越の傘下にあった食品会社であり、2011年に伊勢丹と経営統合後はクイーンズ伊勢丹となった2校の本店があった場所で、その再開発事業として1980年に完成したのが新宿アルタでした。世間では新宿アルタイコール笑っていいともを撮影していたテレビスタジオというイメージが非常に強いので、なんとなく一般の私たちには関係のないビルと思われがちで、東京にいながら一度も訪れたことがない方も多いかと思います。ところがアルタは本来、三越が若者をターゲットにした洋服店が集まるファッションビルとして開発した商業施設で、その7、8階にスタジオがあったに過ぎませんでした。ところが、やはりスタジオのイメージが強すぎたのか、洋服店への集客は苦戦しており、2000年にはビル自体の所有権を不動産会社の大ビルに売却しています。三越はテナントとしてアルタを継続も、2016年にテレビスタジオが閉鎖されて以降は、さらに厳しい財務状況だったことが分かっており、これが閉館の大きな要因となっています。東京限定雑学。新宿アルタのビルは売却されましたが、今でも三越伊勢丹が所有するビルが近くにあります。それがビッグカメラ新宿東口店。ライバルであるヨドバシカメラの店舗の多くは自社ビルですが、ビッグカメラは有楽町店をはじめとしてテナントとして出店する戦略をとっており、この新宿東口店は三越伊勢丹から借りている物件です。そもそもこの場所には1930年から三越新宿店があり、新宿を代表する百貨店として君臨していましたが、バブル後の消費の多様化により徐々に業績が悪化。2005年には若者向けのファッションビル三越アルコットへと業態変更し、業績回復を狙います。しかし残念ながら劇的な好転が望めなかったことから2012年に閉店。賃貸物件として貸し出すという小売から不動産事業への転換を行い、現在に至ります。ちなみに2012年から22年までビッグカメラとユニクロが合体した商業施設としてビックロを名乗っていましたが、その時8階にあったテナントが石井スポーツでした。これは開店当初は何の問題もありませんでしたが、なんと2019年に石井スポーツをビッグカメラのライバルであるヨドバシカメラが買収。これによりビッグカメラの直上にヨドバシカメラがマウントするという異例の事態となり、一部で話題となりました。意外な企業が所有・運営する不動産・商業施設。次の舞台は東京駅は八重洲口。現在絶賛再開発中のこの場所に、かつて大きな本屋さんがあったことをご存知の方も多いかと思います。それが八重洲ブックセンター。現在は再開発に伴い、東京駅地下のグランスタ八重洲にて仮営業を続けていますが、再開発が完了後は再び元の場所に戻ってくる予定です。そんな八重洲ブックセンターは1978年に当時日本最大の書店としてオープンし、知的なサラリーマンの聖地として現在まで愛されていますが、
この書店を始めたのは意外な会社です。それが鹿島建設。売上高3兆円という他の追随を許さない建設業界で圧倒的な力を持つ鹿島建設は、名実ともに日本一のスーパーゼネコンとして君臨しています。そんな鹿島建設が本屋さんを始めた理由、これは創業家であり会長も務めた鹿島守之助のどんな本でもすぐ手に入るような書店が欲しいという思いがあったため。当時書店の多くは個人商店であり、規模が小さく、欲しい本の在庫がないことも多く、本屋のはしごをする必要があり、非常に手間がかかったのです。そのため鹿島建設は1968年まで旧本社ビルがあったこの場所に書店を建設。もちろん建物の設計施工は鹿島建設が担うという超大規模な DIY 物件として1978年に八重洲ブックセンターが完成すると、ここから大型書店という現在では当たり前の存在が広まっていくことになるのです。ちなみに現在この地域一帯で大規模再開発が進んでいますが、もちろん施工を担うのは鹿島建設。文武両道の圧倒的な力を見ることができます。東京限定雑学。山手線の円の下側に位置する五反田で不動産といえば、2017年積水ハウスが詐欺集団から架空の土地取引を持ちかけられ、55億5000万円を騙し取られた事件が有名です。この事件は後にネットフリックスでドラマ化され、もうええでしょうの言葉とともに有名になりましたが、舞台は個人宅のため動画ではご紹介しません。そんな五反田で象徴的存在といえばご存知 TOC です。東京卸売センターの頭文字から名付けられたこの建物は1970年株式会社 TOC によって建てられたもので、文字通り卸売業者が多数集まる商人のためのビルですが、洋服をはじめとしたセール会場としても知られているので、訪れたことがある方も多くいらっしゃるでしょう。東京での TOC の話題といえば、2024年4月に老朽化とそれに伴う再開発のため、一旦54年の歴史に幕を閉じたにもかかわらず、なんとその後建設費高騰のため再開発を10年程度延期。2024年9月に再び営業を再開するという前代未聞の事態でしょう。そんな TOC はかつて意外な人物が所有していました。TOC を所有・運営する株式会社 TOC は、現在では都内に複数の物件を持つ不動産系企業ですが、もともとは1911年創業の製薬会社、星製薬を前身としています。この会社は戦前においてはモルヒネの国内製造に初めて成功するなど、攻めの経営によって一時は東洋一の製薬会社として君臨し、この場所に本社と巨大な工場を構えていました。しかし戦後においては市況の変化により徐々に経営が傾き、それに追い打ちをかけるかのように1951年創業者である星はじめが急死してしまいます。そんな状況において息子が会社を継ぐことになりますが、彼は当時まだ20代半ばの大学院生であり、当然会社を司るスキルはなく、経営はさらに悪化し破綻状態へと陥ります。しかしその時、一人の人物が救いの手を差し伸べます。それが大谷米太郎。日本の鉄鋼王と言われた彼は、007は二度死ぬの舞台として世界的に有名なホテルニューオータニを作った人物でもあり、両国国技館の建設費用を負担、浅草寺の宝蔵門を寄進した東京の文化における重要人物でもあります。そんな大谷米太郎が会社を買い取り、経営再建策として星製薬の本社工場の跡地に作ったのが現在の TOC です。そんな日本の鉄鋼王の救済に伴い、TOC は順調な経営へと転換しますが、対照的だったのが社長を降りた20代半ばの御曹司。
彼は東京大学大学院の農学部で研究の日々を送っていた学者肌であり、父の死により突如として退学を余儀なくされ、会社を守るという重責のため、退任後は心身ともに疲弊し、うつうつとした日々を送っていました。しかしある日、火星年代記という SF 小説を手に取ったことから転機が訪れます。彼は自分を取り巻くあまりにも厳しい現実から逃れられる自由で夢のある SF の世界に魅了されると、その世界に浸るだけでは飽き足らず、なんと自身も小説を書くことを決意。1957年に作家デビューを果たすこととなります。そんな彼の名前は星新一。そう、日本を代表する SF 作家として現在でも人々に愛されている彼の原点は、実はこの場所にあったのです。今回最後にご紹介するのは、以前もお話ししていますが、非常に人気の高い物件です。それが東京のシンボル東京タワーのお膝元、現在絶賛再開発中のエリアです。ここにはかつてメソニックビルというオフィスビルが建っていました。外見としては特に何の変哲もない東京にありがちな普通の建物ですが、その所有者はとんでもない組織です。フリーメイソン。世界の陰謀論で必ず出てくると言っていい秘密結社は、歴史上数々の偉人がそのメンバーとして在籍しており、アメリカ大統領の多くがフリーメイソンであったため、世界はフリーメイソンが牛耳っているとさえ言われています。そんなフリーメイソンの日本での活動本部が実はこの場所であり、建物の前には組織を象徴するあのマークが掲示されていました。東京タワーの麓にあるということは、やはり東京もフリーメイソンに牛耳られているのではと考えると、陰謀論的には面白いかもしれません。しかし実際にはフリーメイソンという組織は特別な団体ではなく、欧米でいうところの社交友愛クラブ、日本の産業界における各種同友会や、小さく言えば町の振興会、そして会社の互助会のような組織です。つまり社会的に似た地位の人たちが交流し、地域や社会の在り方を議論するとともに、日常における社交を楽しむための組織であり、陰謀論とは関係がないのです。ただ、陰謀論の餌食になりやすいのは、フリーメイソンが社会的地位のある人が紹介制で会員を募る特性上、同じように社会的地位のある人が集まりやすい点。つまり、フリーメイソンが社会を動かしているわけではなく、社会を動かしている人がフリーメイソンであるという原因と結果の取り違いが発生しているのです。そんなメソニックビルは現在絶賛再開発中であり、この場所には2030年代にデータセンターができる予定です。そしてその片隅には再びフリーメイソンの日本における活動拠点も設置される予定です。東京にはこのように面白い所有者、運営者のビルがたくさんあります。皆さんも調べてみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。